はい、今回はハードサーフェイスの、小物を作ってみようと思います。今回この野木マレスケが持っているカール・ツァイスの単眼鏡というのがあるんですけども、これを、ノマドで作ってみようと思います。こういった工業製品のようなきちっとした形の、ハードサーフェイスモデルっていうのは、あまりこのスカルプト系ツールでは作らずに、ポリゴンを主に扱える DCC ツールで行うっていうのが一般的なんですけども、それをこのノマドで、そのまま作ってしまおうというチュートリアルになります。本来工業製品っていうのは、例えば直角が正しく出ていたりとか、平行が正しく保っていたりとか、同じ間隔で、パーツが並んでいたりするものなんですけども、いわゆるブレンダーであったり、僕はモドっていうソフトを使ってるんですけども、そういった、3D モデリングツールにおいては、例えば数値入力でそれらが、設定できたりとか、そういうことが可能なので、主に選ばれる理由になっているのかなと思います。ノマドスカルプトでも、数値入力における移動であったり角度の調整というのはできはするんですけども、それが複合的に絡んでくるとなかなか数値入力だけでは、対応しづらいので、あまり選ばれないかなと。なのでそこは多少、曖昧に作りながらも、カチッとした、工業製品のモデリングを行っていこうかなと思います。このカール・ツァイスの単眼鏡は構造的には複雑な形をしているので、それを分析しながらいくつかのパーツに分けて、作っていこうかなと思います。これはメインとなる、ボディが、このようなラウンドした L 字型になっているので、それを断面でデザインして、でポイントは2点のみでまっすぐ下に下ろすという作り方をします。で、工業製品系を作るときは右斜め上に青と赤と緑などで彩色されたキューブ状のものがあると思うんですけども、これをその面をピッと押してあげるとその瞬間正投影になってまっすぐビューを固定することができるので、それでまっすぐ下に降りているかとか平行にちゃんと動いているかっていうのを確認しながら、作業します。これはフリーのエリアを触るとまたパースビューに戻るので、きっちりと、垂直水平を出したいときはこの右上のキューブを押して画面を、固定しながら、操作していきます。これはメインのボディに対して、遠くを覗くところの部分が一つ横に出っ張っているような状態なんですけども、これが、こういう、緩やかな円錐の形をしてありますので、それを合成して、作っていこうかなと思います。ここで今2つの、
オブジェクトになっているのを、一つに結合して、その後ボクセルをリメッシュというところで、ワンメッシュのオブジェクトにしてしまいます。すると、このようにつながったラインがちょっとガタガタすると思うんですけども、これはもうワンメッシュになったという、感じなので、そこをスムーズ化して、緩やかに融合しているような形状をこれで作ります。このメインのボディとこの同鏡の部分、今こうやって横から見るとちぐはぐな高さになってるんですけども、それをこのように、トリムというツールでスパッとカットすることができます。これで、カール・ツァイス・イエナ単眼鏡のこのいびつな、合わさったような形状の基本ボディができました。これに対して、ボディは上下に、リムのようなものがついているので、それを作ろうかなと思います。これは、できたものに対して、新たにオブジェクトを造形したり這わせたりっていうことをやると結構大変なので、同じボディをコピーしてでその、一番端っこになる部分を少しスケールで大きくしながら、上下をカットするということでこのリムを作ろうとしています。はい、少しオフセットした形で、ボディを上下に留めるリムができたのが確認できたと思います。これは例えばブーツの底を作ったりする時も同じようなやり方で行うと大変効率的に、綺麗に作れるんじゃないかなと思います。
はい、ここで、工業製品系のオブジェクトを作るときはもう必ずと言っていいほど対応するツールがこのレイスというツールで、これが例えば、レンズを覗く部分のファインダーの造作だったりとか、いわゆる回転体ですね、断面を描いてそれがくるっと360度回転した状態っていうのを、これで作ることができます。なので、おおよそ断面の様子を想像しながら、パスで書いてあげます。はい、とても簡単に、いわゆる工業製品でよくある、旋盤加工状態のパーツを作ることができます。なんとなくざっくりとこの断面をデザインしてあげて、でこの形状を見ながら後で修正というか調整が可能なので、そうやって作り進めていくのがいいんじゃないかなと思います。例えば台座だったりそういうものもこの、レースで、作ることができます。ちょっと小ネタなんですけども、ノマドスカルプトには唯一有料のアドオンが、ワンツールだけありまして、それがこの後出てくる、クワッドリメッシャーという
ツールになります。基本的にはボクセルのリメッシュに近いツールではあるんですけども、リトポロジーといってある程度この形状に沿った綺麗な、メッシュに、再調整してくれるというツールになります。無理やりトリムでカットしたパーツっていうのは割とリメッシュした時に、そのまま、ポリゴンを細分化するので、ちょっと鳴らした時に突っ張ったりすることがあるんですけども、このクワッドリメッシャーはこの形状をある程度見てくれるので、鳴らした時に、そのパーツがそのまま、柔らかくなったような、縮み方をするのが、特徴ですかね。はい、ここで、スタンプを使って、このカール・ザイスのボディに入っている、革の脂肪管というのかな。それをテクスチャーで、配置してみようと思います。これはプリセットで入っている模様がありますので、それを、アルファというところで、リピート設定してあげて、このように、目地を細かくサイクリックする状態でバンプを設定してあげます。今回お人形自体は14分の1ぐらいのサイズで、なので高さが12センチぐらいの大きさで出そうかなと思っているので、それからするとこの単眼鏡っていうのはかなり小さくなりますので、あまりこのリアルサイズのテクスチャーを入れてもそのまま埋没して見えないこともあるので、これよりももっと大げさにというかネジが大きく深く入っているような状態で作っておくのが、スケールモデルを作るにあたってはその方が質感が出て、都合いいかなという場合もあります。スカルプトツールは、人体であったり動物であったり、有機的なものを作るのを得意とする、ツール、モデリングツールなんですけども、このようなカチッとした工業製品も全然作れてしまうという、チュートリアルでした。